テクノロジーとかコンピューターっていうものを、道具っていうものをですね、マーシャル・マクルーハンっていうね、そのカナダ人のメディア学者の人は身体の拡張っていうふうに言っていて、実はスティーブ・ジョブズは、コンピューターっていうものを自転車っていうふうによく表現してるんですね。人間っていうね、二足歩行の人間って実はそんなに移動とかの効率が良くなくて、もしこの人間っていうものが自転車に乗ったらどうなるかっていうとですね、実はコンドルの倍ぐらいの移動効率になってしまったっていう。こんにちは、よろしくお願いします。すごく前に一回このイマジン大学の前身の番組に出たことがあるんですけど、その時はちょっと下だったんでここも使うのかってちょっとびっくりして、面白いですよね。知り合いも結構過去に盆栽の平尾さんとか石上純也さんとかも出てるんですね。一応世間一般には肩書きとしてはよくテクノロジージャーナリストコンサルタントみたいな形で出てくるんですけども、テクノロジー以外の方にも最近は視野を広げていろいろ執筆ですとかソーシャルメディアでの発信ですとか、そういったことをやってます。テクノロジーの業界はそれこそ1990年からプロフェッショナルとして見始めたのは1990年。そのホビーというかでいうと1900もう本当おじいさんだったらバレちゃいますけども、1980年ぐらいからずっとパソコンというものをいじり始めていて、それ当時はインターネットとかそういったものがねまだ一般にない時代だったんで、パソコンなんか使って何をするのって言われてる時代からパソコンを使っていて、アップルとかが大きくなるのも見ていたし、マイクロソフトっていうのもねまだちっちゃいベンチャーだったのが大きくなっていくところも、ずっと見ていて、最近はよくIT 業界のビワ法師なんていうねことも自分で言ったりするんですけども、結構本当に今のみんなが使っているパソコンとかインターネットとかそれの文化を作ってきたレジェンドって言われるような人たち、スティーブ・ジョブズどころかスティーブ・ジョブズが師匠って考えているようなアラン・ケイっていうですねパーソナルコンピューターの概念を作った人だとか、あるいはマウスの発明者のダグラス・エンゲルバートとかっていう人もインタビューしてきたし、そういった意味で本当にIT の歴史を見てきた生き証人みたいなところもちょっとあるのかなと思ってます。今回5回のシリーズということでですね、一応5つのテーマを用意してきました。第1回目、今回ですね、我々が生きる時代がどういう時代なのかっていうことを、僕がよく使う21世紀の ABC という言葉を通して紹介していければいいなというふうに思ってます。我々が生きる時代ということでですね、21世紀の ABC っていうタイトルを挙げてるんですけども、これ ABC って3つとも何かの頭文字なんですけども、皆さん分かりますかね。これいずれ A も B も C も全部間もなくこういったものが進むことによって人間のもう人生観とか価値観全てをその A も B も C もどれもね人生観すらも変えてしまうような大きな影響を持っているものじゃないかなというふうに思ってます。でじゃあその ABC って一体何かというとですね、早速答えを出しちゃいますけども、AI、これはね皆さん自明だと思います。あとバイオテクノロジー、そしてクライメートっていうのはいわゆる気候変動ですよね。例えばじゃあ AI も皆さんも改めて説明する必要もないかもしれませんけども、このコロナ禍以降ね生成 AI というものが流行ってきて、最近は去年のノーベル賞なんかもねGoogle の関連会社のディープマインドというところのアルファフォールドっていうですねタンパク質の形とかを発見する AI が実際ノーベル賞を受賞なんていうねニュースもありましたけれども、それに加えて最近プログラミングコンテストとかやらせると AI が人間のトッププログラマーとかと同じようなトッププログラマーまでまだ言ってないのかな、でもそれにかなり近いレベルでプログラムのコードを吐いてくれるってこともやってるし、これまでね日本が頑張ってプログラミング教育だなんとかんとかってやっていたけれども、そういったこれまでの知的労働と言われているものに関してもかなり AI で置き換えが可能になっていく。そういった意味でじゃあ働くことっていうのは何なのか、人間のこの社会で生きていく中での役割は何なのかっていうのはですね、我々まさに突きつけられていると思います。じゃあ2番目のこのね B のバイオって何なのかっていうと、これはバイオテクノロジーなんですけども、例えば僕の知り合いもですね
皆さんバイオ 3D プリンターとかって聞いたことありますかね。もうこれもかなり前のニュース、2020コロナ禍前ぐらいのニュースなんですけども、最近その iPS 細胞とかそういったものを使って 3D プリンティングすると人間の臓器みたいなものも作れるっていうのが世界中で言われていて、本当2017年18年ぐらいから言われていて、TED とかでも実際 TED でのトークの中で臓器をプリントするとかっていうね発表とかも行われているんですけども、そういった形でですね、例えばじゃあどっか病気で悪くなってしまった場合、これまで誰かがね交通事故で亡くなるのを待ってその臓器をいちいち自分に移植していた。でそれによって相性によってはね臓器が合わなくて拒否反応が起きちゃったとかってこともあったんですけども、自分の細胞とかを使って、自分にインプラントするっていうことも可能になる。そういったことで、そもそも病気がとかに患ってしまってもそこからの生存率が高くなってるっていうのももちろんあるんですけども、それに加えてね、最近このカリコっていう会社とかご存知ですかね。これGoogle の創業者とかも、投資してるんですけども、不老不死の研究をしている、会社だったりします。今シリコンバレーのお金持ちたちね、どうしても日本人とかねそんな長く生きたくないよっていう人が大勢いるけれども、じゃあ皆さんがねGoogle の創業者とかそれぐらいの超お金持ちだったとして、明日自分が死ぬかもしれない、でもお金を使えば生きられるかもしれないって言った時に、本当にあなたは今死にたいですか、本当にあなたはね老化しても問題ないですかって言ったら、多分皆さんはね若い姿のままもっとあと1年あと2年あと10年って生きたいと思うんですよね。でそういったお金を持っている人たちがすごいお金を投資して、こういったですねそもそも寿命を延ばす。で寿命を延ばしてもただね老化して状態で何百年も何十年も生き残ってもつまらないんで、若いまま、生き延びるっていう研究にすごい力を入れていて、これ非常にねホットな分野で、そういった先端の人たちだけがやってるわけじゃなくて、僕は毎年、広尾学園というところにですね講義をしに行ってるんですけども、広尾学園って今スーパーアカデミー維新サイエンスコースっていうコースがあって、医学進学サイエンスコースですね。こことか行くとすごいですよ。中学生とか高校生もそういった寿命の研究とかをやっていて、どうやったら寿命が長くなるかっていう研究を普通に中学生とかやっていて、でそれなぜかというと、それが将来までビッグビジネスになるってことが分かってる中学生たちからだからなんですけども、でそのためには、iPS 細胞の山中論文を読まなければいけない。山中論文を読むためには英語で書かれてるから、そのために英語を勉強するなんていう、そういった学校も中学校高校レベルでもあるぐらいなんで、本当にこれはこれから大きくなっていく分野だと思います。でこういったね不老不死なんて本とかも出始めてますけども、でちょっとこういったものを聞くと皆さん気持ち悪いって思うかもしれないけれども、こういったことはずっと前から予言をされていて、僕一回このね写真の左下の、有名なスティーブン・ホーキング博士っていう車椅子の物理学者って言われている人の講義というかですね、講演を95、6年だったかな、一回聞く機会があったんですけども、もうこの時にすでにホーキング博士も予言をしていました。自分のその DNA とかそういった細胞とかそういったものをいじるっていうのは常に倫理の問題が出てくると思うんですよ。でみんなだから倫理の問題あるからそんなことすぐに実現しないんじゃないかっていうけれども、ホーキング博士は自分自身をじゃあ例に出してみて、例えば自分みたいなその ALS を患っているようなものが遺伝子の操作でなくすことができるんだったら、それでもあなたは遺伝子をいじらないですかっていうことを言っていて、ちょっと前にね中国でもエイズになる可能性がある子どもを遺伝子を操作して状態でエイズにかからないような遺伝子で子どもを産むなんてことになって非常に話題になったけれども、こういった形でですねだんだん人間が自分自身の遺伝子とかを操作して寿命を変えたりとかですね、あるいはそういったパンデミックに強くなったりとかって、そういった自己改造をするだろうっていうことをホーキング博士は予言していて、ここから自己設計進化、要するに人間が自分自身のゲノムというかそれを編集して進化する時代が始まっていくだろうってことを言ったけれども、今まさにそれはちょっとかなり現実味を帯びてきたんじゃないかなと思います。実際これにさっきのね AI の技術も加わってきて、どういうふうにゲノム編集をしたらより強い種になれるかということもできるんで、だんだん人間の想像力を超えてこういったことが可能になってくるんじゃないかなというふうに思います。でじゃあ ABC の最後の3番目のねクライメート気候変動だけども、これはなんかもう僕が今更あえてねなんかもうすごいもう春夏秋冬春夏秋冬がなくなって、最近はもう夏と冬しかないっていうね日本に住んでても実感するけども、こういったものが起きてるっていうふうに言われていて、アメリカはねトランプ政権になってパリ協定からも脱
退するとかなんか、ね、もういろんなことが同時に起きてるんでね、本当にちょっとここから先どうなってしまうのかという不安なところがいっぱいあるんですけども、まあ企業によってはそういったなんでしょうね、課題に政府とかそういったところが規制されることなく自発的に取り組んでいる会社もあって、例えばアップルとかはその最先端の事例だと思うんですけれども、最近アップルはですね大きな森林を買ったりしてるんですよ。でなんで森をアップルが買うのとかって思うじゃないですか。でも皆さんアップル製品買ったことがある人だと分かると思うんですけども、アップルの直営店のストアとかに行っても必ずアップルの製品って紙袋に入ってくる、あるいはiPhone とか Mac とかにしても紙のパッケージに入ってるじゃないですか。でそうやって自分たちが使った分の、紙で使う木、そのために伐採した木と同じ量の木をその森林、健康な森林を育てるということでその CO2 をですね何でしたっけ光合成でちゃんと還元するっていう、そういった炭素固定ですよね。そういったことをやるために実は森林を、買収して、もともとその買収する前の森林っていうのは荒れていて全然日本でもよくね間伐とかっていうのが大事だと言われるけれども、手入れしてない森林ってだんだん死んでっちゃったりとか、あんまりそういった炭素固定ができないんですけども、アップルがやってる買った森林はですねすごく健康な森林ということでなんか表彰されたりとかもしてたりします。でそれ以外にも、工場で出る排水をなくしたりとか、あるいはそうですね、自分たちが使う電力っていうのはもうとっくに2010何年頃だったかなにもう全部自分たちで賄うようにしていて、今アップルは他社にね下請け会社にこういった新製品を作ってもらってるんで、そういった下請け会社が使っている電力も全部アップルは自分たちで発電して一切地球にインパクトを与えない、要するに地球の資源を使わないっていう方向にだんだんシフトしていて、iPhone なんかもですね買う時に下取りプログラムってあるんですけども、そうやって、アップルが下取り回収した iPhone に関してはアップルのですね工場にある3種類の分解ロボットがあって、これが全部 iPhone を部品レベルにまで分解してくれるんで、次の iPhone は誰かから回収した iPhone の部品錫とかそういったレアアースっていうのがあるってですね、これまでスマートフォンのビジネスっていうのは、スマートフォンって年間2億台とかアップルで iPhone だけでも2億台とか売れるんですけども、それだけたくさんのものが出るとその中で使うわずかなこのバイブレーター機能のための、マグネットの方を取るために地球の裏側のアフリカとかそういうところに1個クレーターを作って、もう本当に巨大なビル1個入るような巨大なクレーターをやって、そこでようやくマグネットが取れる、そういった結構地球の破壊が行われてたんですね、スマートフォンを作る。それをだからアップルはやらないために、今下取りとかそういったこともやっていて、クライメットっていうものも今トランプ政権になってちょっと逆行している部分もありますけれども、ちゃんと真剣に考える人は取り組んでいかなければいけない。これから皆さんなんか事業をやって製造業とかを関わる時にはやっぱりどっかでアップサイクルとかそういったことも考えないともはや成り立たない社会になってるんじゃないかなっていうことで、ABC がですね非常に大事なんじゃないかなっていうことを訴えてる僕は訴えてます。そうですね。だから僕のその自己紹介というか自分のその変化の話で言うと、自分のブログにも一回こんな記事を書いたんですけれども、ちょうど5年前ですか、こういったブログ記事を書いて、実は今年そこから5年経って英語でもうこれを発信したんですけども、ずっと僕この多分5年ぐらい前にですね発見をしたのが、自分はなんでテクノロジーのジャーナリストになったのかということを改めて考えてみて、で実は自分が興味があったのはテクノロジーじゃないんじゃないかということを発見した。じゃあ僕は何が興味があったのかというと、その僕の生まれた育った時代っていうのは1970年代のそういう頃って未来の世界はこんな風になるって言って、鉄腕アトムとかそういった SF 映画が流行っていた時代で、未来がどんな世界になるかということに興味があった。で、その未来の世界に興味がある中で、おそらく未来の世界ではテクノロジーが重要になるだろう。特に80年代とかになってくるとパソコンというものがね普通に市販されるようになってきたことがあるんで、テクノロジーの時代になるだろうっていうことで、だんだんそのテクノロジーを確かにそれぐらいのパソコンが出てきた頃ぐらいはね、パソコンの状況を追ってくると、こういったコンピューターってものがいずれ一人が一台持つようになるかもしれないってことを見ていて、未来を見てるような気がしたんですよ。でもうちょっと多分それが変わってきたのが、パソコンすごかった。その後ね
パソコンが普及した当時っていうのは、そもそもなんでパソコンなんか買ったのっていうふうによく言われてる時代でもう説明がすごい面倒くさくてプログラミングして適当に言い訳を言ってたんですけども、そこからしばらくしてくるとインターネットが普及商用化、もともとインターネットは70年代からあるんだけども、1990年代の前半にインターネットを軍事機関とか大学以外でも使っていいですよっていうそのインターネット商用化っていうのが起きたんですね。それで一般の人たちも使えるようになって普及して、電子メールが普及した頃にはそもそもみんな電子メールとウェブブラウザを使いたいから、なんでパソコン買うのなんてこと言わなくなった。そういった変化があって、でさらに大きな変化が、2007年に iPhone が登場して以降は一人が一台みんなポケットの中にインターネットを持つようになったんで、もう今更なんでデジタルテクノロジー使うのなんてことをね聞く人はいないんだけれども、でもじゃあその変化、本当にテクノロジーがすごかったのかっていうと多分そうじゃなくて、今これ僕のブログ記事の中表にこの iPod の写真が写ってますけども、 iPod 多分若い人だともう iPod って言われてもねiPhone の一機能としてしか知らない人が多いと思うんですけども、2001年にアップルがこの音楽プレーヤーを発表して、でこれが大ヒットしたことによってアップルはですね、超マイナーなシェア 3% のパソコンメーカーから大成功している会社になったんですけれども、この iPod じゃあ何がすごかったのかっていうと、多分テクノロジー的にはそんなにすごいテクノロジーはない。すでにデジタルカメラで使われていた 5GB の小型ハードディスクとか、あるいはもう液晶もね白黒の液晶だし、静電タッチセンサーとかもねそんなに珍しいものじゃなかったんだけれども、やっぱりこれスティーブ・ジョブズが全ての曲をポケットに入れて持ち歩くっていうビジョンがあって、じゃあ1,000曲も、持ち歩くとなると転送にすごく時間がかかってしまうかもしれない。当時の技術だとどうやったら早く転送ができるのか。じゃあ1,000曲もねこの1個のデバイスに入ったらその中から自分が聴きたい曲を選ぶのにもしかしたら何回もボタン連打してすごく選曲に時間かかるかもしれない。でそんな選曲に時間かかるものだったら誰も使わないだろうっていうね中で、どうやったら簡単に自分の曲にたどり着けるかってことをすごくやっぱりアップルはよく考えて、で素晴らしいデザインをしたからこそこの iPod っていうものが、世間に受け入れられて、当時他にもですねいくつかの会社が iPod に似たようなスペックの1,000曲入るデバイスとかあったんだけども、結局それは選曲が大変だったりとか転送するのに1時間かかったりとかですね、そういったことで誰も使わなくなってしまった。でも結局やっぱりアップルのこの iPod が成功したのはテクノロジーがすごかったというよりかはビジョンとそのビジョンを形にするためのデザインが素晴らしかったから成功したということに気がついたのが非常に大きくて、で僕IT 業界の中でも特にアップルの取材が中心にやってきたんですけども、やっぱりアップルという会社に惹かれたのも他の会社と違ってやっぱりアップルっていうのはデザインの会社だったんだなということを改めてこの時に思いました。でだんだんだからそれで言うと僕はねテクノロジーのジャーナリストからそうかそもそもデザインの取材もしてるけどもデザインの方こそが要するにテクノロジー業界の僕何が問題かというとですね、テクノロジーってただ単に DX デジタルトランスフォーメーションしたか知ってないかってそればっかりが議論されるけども、実はどういうデジタルトランスフォーメーションをしたかっていう質の方がよっぽど大事。どうしてもテクノロジー業界の人たちっていうのはですねその質の議論をしないでただデジタル化したかしてないかってそこばっかり議論してる。でこれって全然本質的じゃなくて本当に逆に日本では悪いデジタル化を進めてしまってる一番の根本原因じゃないかなっていうことも思っていて、質の良いデジタル化っていうのはやっぱりデザインが伴っている。そういったことで、だんだんデザインの方に行くんですけれども、それでですね僕、ダイソン財団という掃除機のダイソンの財団が昔ですねデザイン、エンジニアリング教育っていうのを世界に広める活動をやっていて、そこの財団の、理事とかもやって日本の高校にですねエンジニアリングボックスっていうのを送ってそういったデザイン教育とかっていうのもちょっと監督というかしてはいたんですけれども、そのダイソンでもそうだしアップルにしても今のグーグルの、デザインのトップのですね人もみんな言うけれども、デザインっていうのはプロブレムソルビング、課題解決なんですね。何か社会課題があったらどうやったらその課題を解決できるのか、スティーブ・ジョブズのそのね全ての曲を持ち歩くっていう課題をどうやったら製品に落とし込めるのかっていうのを考えるのがデザインなんだけれども、この2010何年ぐらいからですねだんだんいずれ AI の時代が来るってことはテクノロジー業界を売ってる人間はもうみんな分かってたと思っていて、僕も分かっていたんで、そういう時代になってくるとむしろそのね課題より課題の解決よりかは課題そのものの方が重要なんじゃないか。人類にとって解決しなければいけない課題っていうのはそもそも何なのかってそっちの方が大事なんじゃないかっていうふうに言ってですね
デザインを経てだんだんアートに傾倒していく。アートっていうと皆さんね綺麗な絵とかそういったものを、日本だとねファインアートって言われているものをアートって考える人が非常に残念ながら多いんですけども、アートっていうのはそういうものだけじゃなくて、例えば今これねスライドに映ってるのは僕の友達の福原志保っていうですねバイオアーティストの友達がいるんですけども、彼女が BCL っていうユニットの中で作った、DNA ブラックリストプリンターっていうですねアート作品です。これ何かっていうと皆さん分かりますかね。DNA シーケンスって AGTP ってそのタンパク質のシークエンス4種類のアミノ酸の塩基の順番によって DNA って作れるんだけども、だったらそういったものを 3D プリンター的にね印刷するようになればいろんな DNA が作れるじゃないですか。でこういった DNA プリンターでも将来作られるだろうっていうことで、そういったDNA プリンターが将来簡単にガレージとかで個人が作れるようになったら、政府とかがちゃんと管理してくれるんだったらいいけれども、個人がガレージで作れるようになったら誰か狂った個人がですね人類を絶滅させるようなパンデミックを起こすようなウイルスの DNA シーケンスを紙に印刷して、それを街中でバーって紙をばらまいてねパンデミックを起こすってこととか、そういったこともできるんじゃないかっていう、ある意味 SF の小説じゃなくてそれを作品にしたっていうのがこの作品だったりしますけども、こういったものであるとか、長谷川愛っていうバイオアーティストの友達なんかは、すごい有名な作品でいうと家族写真の作品を作ってるんですね。すごく幸せそうな家族なんだけれども、よく見るとちょっとだけ不自然なところがあって、それは何かっていうと女の子供が2人いて両親がその後ろに立ってるんだけども、両親が2人とも女性なんですよ。で実は女性 YY 遺伝子取ってくると YY で女の子は作れてしまうっていうことなんで、そういったバイオテクノロジーが進化していくと、そういったなんでしょうね例えばレズビアンとかのカップルからでも子供が作るってことが、科学的には可能だって言って、彼女はですねいろんなそういった論文とかと一緒にその自分の、コンピュータグラフィックで合成した写真集を作って、本当にいるレズビアンのカップルにですねその写真集をプレゼントしたら、その片方の女性が自分が持てたかもしれないけれども、今のね科学技術とかあるいは倫理観では持つことができない子供ということで涙を流したっていう話もあるんですけども、そういったなんでしょうねアートのことをマーシャル・マクルーハンという人は危機発見装置ということも呼び方もしてるんですけども、要するにこれからテクノロジーによってどういった社会が可能になるのか、そういったものを我々の前に提示することによって考えさせるっていう側面も実はアートにあって、多分イマジン大学とかにも非常に近しい落合陽一さんとかもやってるメディアアートっていう領域ですね。そこはそういった作品が多かったりするんで、そういった形でテクノロジーから始まりデザインにも行き、今はコンテンポラリーアートも行き、この後5回目で紹介しますけども、今伝統工芸とかですね地域文化、そういったものもだんだん領域を広げてるっていう形になってます。テクノロジーとかコンピューターっていうものを、道具っていうものをですねマーシャル・マクルーハンっていうねそのカナダ人のメディア学者の人は、メディア美学者なんていうふうにも言ったりしますけども、身体の拡張っていうふうに言っていて、実はスティーブ・ジョブズは、コンピューターっていうものを自転車っていうふうによく表現してるんですね。これどういったことかっていうと、ジョブズがまだ20代だった頃にサイエンティフィック・アメリカっていう雑誌でですね面白い調査をやっていて、どれだけエネルギー効率よくいろんな生物が地上の生物がどれだけエネルギー効率よく移動できるかっていう研究なんですけれども、それでいうと一番効率がいいのはコンドルなんで、コンドルはそこに飛んでいきたいって思った時にちょっと羽をね角度を変えるだけでスーッとそこに飛んでいける、すごくほぼエネルギーを使わずにそこに行けるんですよ。で実は人間っていうね二足歩行の人間って実はそんなに移動とかの効率が良くなくて、結構頑張ってエネルギーを使わないと目的地にたどり着けない。なんで何十種類かあれでいうと下から3分の1ぐらいのところにいたっていうんですけども、でジョブズが感動したのがそのサイエンティフィック・アメリカっていうところですごく示唆に富んだ研究をやっていて、もしこの人間っていうものが自転車に乗ったらどうなるかっていうとですね、実はコンドルの倍ぐらいの移動効率になってしまったっていう。でそれにすごいジョブズは衝撃を受けて、コンピューターっていうのはよくね日本では知性の自転車って訳してる人がいると思うんですけども、僕はあえて意志の自転車、自分がこういうことをやりたいんだと思った時にそれを少ないエネルギーで実現してくれる、
道具としての意志の自転車っていう形でですね、英語だと Wheels for Mind っていうふうに言うんですけれどもっていうふうに言ってます。でこれがですね、僕はその80年代90年代っていうのはまだまだコンピューターを使う人がそんなにいなかったし、で、ある意味そんなコンピューターとかにね当たるも八卦当たらぬも八卦じゃないけど、こんなものが本当に来るのかって思っていた時代、まだあんまりコンピューターがそんな儲かるものでもなかった時代っていうのは、これをですね純粋に信じてコンピューターが世の中を良くしていると信じてる善良な人たちが多かったから、結構それがジョブズの考えも成り立ってたと思うんですよ。でも実は自転車っていい人がね、乗れば被災地とかでいろんな人たちをね、次の避難所って言って効率よく人助けをするための道具としても使えるけれども、例えば泥棒が自転車に乗ってしまうとより効率よくねパッてひったくりしてそのまま逃げるってこと、要するに道具による拡張っていうのは善も悪もなく両方とも拡張してくれちゃうっていう問題があって、でだんだんですねやっぱりスマートフォンというのはすごい21世紀におけるピボタルポイントっていうか変化の、もう臨界点だったと思うんですけども、要するにそれによって人口のうちのね数億人あるいはもう十数億人の人たちが使うようながデジタル技術によってつながってしまった。そうすると急にですねその十数億人のうちの何%、1% だけでもうまくごまかして1円儲けることにすればもう本当大儲けができるっていう時代になってしまった。で今だから企業とかも大企業とかもそうやってね大勢を相手にちょびっとずつ儲けながら、ね、大儲けをするっていうそういったビジネスをやってるし、だんだんそこにですね悪意を持ってる人たち、最近よくね本当マルウェアを使って、企業を脅迫してとかっていうのもよくありますけれども、あるいは最近よくある闇バイトを使った詐欺とかでもあれも裏では実はそういった名簿とかっていうのがそういったデジタル技術とかによって集められたものがあるのはおそらく確実だし、ダークウェブっていうですね裏インターネットみたいなところでそういったものが取引されているってことも公然と分かっていて、例えば、日本にいて東大卒でこういった職業医者の人の名簿年収いくらぐらいとかってやってですね200-300円ぐらいをビットコインじゃないけどそういうので課金するとそういう人たちの名簿何百人分っていうのはもう手に入るんですよ。でそこにはもうパスワードも書いてあればクレジットカードも入ってるっていうのが分かっている。こういった形で悪も増幅してくれるっていうテクノロジー側面が実はテクノロジーにもある。で最近だから僕はそのシリコンバレーで作られているテクノロジーの自転車を漕いでるのは誰かっていうと、要するにもっと金儲けをしたいっていうシリコンバレーのベンチャーキャピタリスト、あるいはテロリスト、そういうねあるいはそういったね詐欺師とかそういった人たちで、いい人たちによるその自転車を漕ぐ力よりかも悪による自転車を漕ぐ力の方がよっぽど強くなってしまったんじゃないかなっていうふうに最近感じることが多くなっているっていうのが現状で、でも逆にだからこそそういったところ日本がテクノロジー遅れてるというのは僕ちょっと最近希望を持っていて、もう日本が一番そういうのね引っかかりにそれでも引っかかってること人いるけれども実はそのおかげで日本まだまだこれから逆転のチャンスもあるんじゃないかなって思う部分もあったりしています。